中国経済崩壊の前兆、住宅価格が9年ぶりの大幅下落。皆さん、こんにちは。今日は中国経済の不安定な現状についてお話ししたいと思います。こんにちは。最近、中国の新築住宅価格が大きく下落したと聞きました。それは本当ですか？はい、その通りです。8月の新築住宅価格は前年比で 5.3% 下落し、これは2015年5月以来、約9年ぶりの大幅な落ち込みとなりました。 5.3% の下落ですか？それはかなり深刻ですね。そうですね。さらに前月比でも 0.7% 下落しており、これで14ヶ月連続のマイナスとなっています。政府は何か対策を講じているのでしょうか？はい、政府は一連の支援策を導入していますが、残念ながら不動産部門の実質的な回復には至っていません。なぜ回復しないのでしょうか？不動産仲介会社である中原知さんのアナリストによれば、住宅購入者の需要や所得、そして信頼感が回復するには時間がかかるため、市場はまだ底入れの過程にあると指摘しています。他に注目すべきデータはありますか？はい、調査対象となった70都市のうち、価格が前月比と前年比で上昇したのはわずか2都市だけでした。また、当日に発表された1月から8月までの不動産投資と不動産販売は、それぞれ前年比で 10.2%、18.0% も落ち込んでいます。それは非常に大きな数字ですね。今後の見通しはどうなのでしょうか？野村ホールディングスは9月13日付のリサーチノートで、下半期に新たな逆風が吹き、景気がさらに減速する見通しだと予想しています。そのため、当局は最後の手段として、すでに売却済みの未完成プロジェクトに直接資金を提供せざるを得なくなるかもしれません。中国経済全体にとって、これはどのような影響を及ぼすのでしょうか？不動産市場の低迷は、中国経済全体の不安定さを示しています。信頼感の低下や投資の減少が続けば、経済全体の成長率にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。そう考えると、状況はかなり厳しいですね。はい、その通りです。中国経済の動向は世界経済にも影響を与えるため、引き続き注視する必要があります。よくわかりました。詳しいご説明、ありがとうございました。さて、ここからは考察を加えて話していきましょう。アメリカでは水面下で商業用不動産問題などがありますが、中国ではやはり未完成物件とできすぎた不動産在庫が問題ですね。そしてそれでもデベロッパーは作り続けないといけません。中国の銀行融資が減退しているそうです。どのような影響が起こると思いますか？現在は多くの借金で経済を回しています。中国は GDP の 3% の債務を許容していますが、地方政府も融資平台を使って拡大しています。しかし、債務の返済はどうなっているのでしょうか？債務不履行が連続的に起こり、上位不動産デベロッパーはほぼ壊滅状態です。銀行も不動産の融資が減っていることでしょう。不動産会社は雇用を切っていることだと思います。切られた社員は新たに仕事を探すことになりますが、不動産で培った技術を生かすことは困難です。若年失業率の高まりから考えると、現在の失業率はまやかしだと思えます。外国籍企業はどんどん撤退し、雇用もなくなり、6億人が年収120万円以下。本当の意味での失業者は何人いるかわかりません。つまり不動産は今後も見込みがない可能性が高く、政府も本格的に救うには、それなりの覚悟が必要ということなんですね。本主義の真似をしてしまったので、引っ込みがつかなくなった帝国主義、そんな印象です。経済発展し尽くして、これからこれ以上成長することが困難な中、GDP だけでも成長させとこう。誰にも調べることなんてできないし、中国国内でそれを行ったら、スパイ容疑で逮捕だ。そんなところではないでしょうか。不動産価格の販売低下や価格下落も、中国の富裕層や中間層、そして銀行の担保としては、多くの問題を出していることは間違いありません。中国経済崩壊の危機迫る8月のデータが示す暗い未来。皆さん、この章では
暗くなりつつある中国経済の最新状況について詳しくお話ししたいと思います。それではお話ししますね。最近、中国経済が8月に失速したと聞きました。それについて詳しく教えていただけますか？はい、その通りです。8月の中国経済は全般的に冷え込み、政府が掲げる年間成長目標の達成が一段と脅かされています。具体的には、国家統計局が14日に発表した8月の工業生産は前年同月比 4.5% 増となりましたが、市場予想の 4.7% 増を下回りました。伸びの鈍化はこれで4ヶ月連続となり、2021年9月以来の長期の減速となっています。工業生産の伸びが鈍化しているのですね。それはかなり深刻ですね。そうですね。さらに、8月の小売売上高も前年同月比 2.1% 増と先月から伸びが鈍化しています。ブルームバーグがまとめたエコノミストの予想は 2.5% 増でしたので、これも下回っています。固定資産投資と不動産投資も市場予想を下回りました。工業生産や小売売上高だけでなく、他のセクターも勢いを失っているのですか？はい、その通りです。工業生産の鈍化が続いていることは、中国経済の中で比較的底堅いとされていたセクターでさえも勢いを失っていることを示しています。政府投資が増えず、内需が回復しない中での工業生産の鈍化は、経済成長の見通しを一段と悪化させています。エコノミストたちはどのように見ているのでしょうか？オーストラリア、ニュージーランド銀行、ANZ の大中華圏担当チーフエコノミストは、8月のデータは、指導部が強力な景気刺激パッケージを実施しない限り、2024年の公式成長目標である 5% を達成する可能性を否定するものだと説明しています。他の金融機関はどうでしょう？ JP モルガン、チェイスなどのグローバル銀行の大多数が現在、中国の今年の経済成長率は目標の 5% に届かないとの見通しを示しています。みずほ証券も中国当局による政策実施の遅延や政策措置が十分ではない、リスクが高まっていることなどを理由に、成長率予測を 4.8% から 4.7% に下方修正しました。政府はどのような対応を考えているのでしょうか？国家統計局は、各当局が景気支援策の実施を加速するとともに、構造改革とリスクへの備えも目指すと表明しました。また、外部環境の変化による悪影響が増大しており、国内の有効需要が依然不十分で、持続的な経済回復にはまだ困難と課題があると指摘しています。習近平国家主席は何かコメントを出していますか？はい、習近平主席は12日、政府当局者に対し、年間の経済、社会発展目標を達成するために、現行の経済政策を誠実に実施するよう促しました。他に注目すべきデータはありますか？先にも述べましたが、国家統計局のデータによると、地方政府の資金調達不調などが響き、8月期の固定資産投資は前年同期比 3.4% 増と、7月期の 3.6% 増から鈍化しました。不動産投資は引き続き縮小しており、8月期は 10.2% 減となっています。不動産市場も厳しい状況なのですね。その通りです。中国の住宅価格は8月に下落ペースが若干加速しました。70都市の新築住宅価格は前月比 0.73% 低下し、先月の 0.65% から下落率が拡大しています。中古住宅価格も前月比 0.95% 下落し、先月の 0.8% から下落が加速しています。全体的に見ると、中国経済は非常に不安定な状況にあるのですね。はい、そう言えます。これらのデータは、中国経済が深刻な困難に直面していることを示しています。政府が強力な景気刺激策を講じない限り、状況はさらに悪化する可能性があります。今後の動向に注目する必要がありますね。さて、ここからは、独自解説 4.7% GDP 成長をしていますが、実際聞こえてくるデータはマイナスばかりで、マイナス成長しているのだろうなと思います。若年失業率は実際は 50% とも言われていますし、中国に対する直接投資も急減しています。
そして銀行融資も減っています。アメリカの株価は史上最高に上がっていて、GDP3% 成長ということですが、中国はどうですか？中国の株価は2012年頃と変わらない水準です。上海総合指数は2074ポイント、香港反戦指数は17651ポイントとなっています。しかし、これでも政府筋が買い支え、空売りを禁止し、景気が悪いというと処罰される状態。例えば、2012年の GDP は53兆5039億元。1元を20円とすると1070兆円となります。正直この辺りだと納得のいくところではないでしょうか。GDP が高いとどのようなメリットがありますか？少なくとも国債の金利、通貨レートに関して影響があると思われます。支払い金利が変わるわけではありませんが、国債の売買により価格と利率が変わります。現在の中国国債は金利が低く抑えられている可能性があります。中国債務と GDP 比で倍率を考えると借金が返せなくなる可能性もありますので、そうなると金利は上がる方向に進みます。通貨も強い国の通貨が高く、弱い国の通貨は低いです。韓国ウォンはどんどん弱まっています。一時は1ドル1350ウォンまで進みましたが、現在は1316ウォンです。アメリカドルの下落が始まろうとしていますので、ドルに対しては通貨価値が上がりそうです。貿易国にとって通貨価値は安い方が売り上げは上がります。中国の EV が売れているのは安いということがあります。通貨安ですが、これからは関税と通貨価値の変動で状況が変わるかもしれません。アメリカの利下げで中国も利下げできるかもしれませんね。中国経済崩壊の危機、米国の関税引き上げでさらに悪化。さてこの章では先ほど話した中国経済が8月に失速したことに加え、米国が中国製品に対する関税を引き上げたことについて詳しくお話ししたいと思います。米国の関税引き上げについても教えてください。はい、バイデン米政権は13日、中国製の電気自動車 EV などに対する関税引き上げを正式に承認しました。これにより EV には 100%、半導体と太陽電池には 50%、バッテリー部品と多くの重要鉱物には 25% の関税がそれぞれ課されます。それは非常に高い関税ですね。いつから実施されるのでしょうか？大半の引き上げは9月27日に発行し、コンピューターチップは来年、EV バッテリーに不可欠な天然黒鉛は2026年に関税負荷の対象となります。年間180億ドル、約2兆5000億円相当の米輸入品に影響が及ぶ見通しです。この関税引き上げは中国経済にどのような影響を与えるのでしょうか？中国からの輸出が減少し、経済成長がさらに鈍化する可能性があります。また、企業の収益が減少し、失業率が上昇する懸念もあります。中国政府はどのような対応を考えているのでしょうか？国家統計局は、景気支援策の実施を加速するとともに、構造改革とリスクへの備えも目指すと表明しています。しかし、外部環境の変化による悪影響が増大しており、国内の有効需要が依然として不十分であると指摘しています。今後の見通しはどうなのでしょうか？エコノミストたちは、中国が2024年の公式成長目標である 5% を達成する可能性は低いと見ています。そうなると、中国経済はますます厳しい状況に追い込まれそうですね。その通りです。中国経済の不安定さは、世界経済にも大きな影響を及ぼす可能性があります。今後も注視が必要です。さて、いよいよ、米中間の関税戦争が激化していきそうですね。アメリカの関税も気になるのですが、中国は EU が最もシェアが大きいと聞きました。EU の関税や中国の自動車販売について教えてください。最近、中国の電気自動車 EV メーカーである BYD や吉利汽車 GELY、ウツライ、NIO などが欧州市場を積極的に開拓しています。しかし、欧州連合 EU
中国製 EV に対して高額な関税を課す動きを見せており、これが大きな障壁となっています。それは深刻ですね。具体的にはどれくらいの関税が課される可能性があるのですか？正確な数字はまだ確定していませんが、一部の報道によれば、関税率が現行の 10% から大幅に引き上げられる可能性があります。例えば、EV には最大で 25% から 50%、場合によってはそれ以上の関税が検討されているとも言われています。そんなに高い関税が課されると、中国メーカーの欧州進出は難しくなりますね。その通りです。関税が高くなると、車両の価格が上昇し、欧州市場での競争力が大きくそがれてしまいます。中国の自動車メーカーはどのように対策を考えているのでしょうか？一部のメーカーは欧州に現地生産拠点を設ける計画を進めています。例えば BYD はハンガリーのセゲド市に新エネルギー自動車の製造拠点を設立する予定です。これにより関税の影響を最小限に抑えつつ、数千人の雇用を創出することが期待されています。それはすごい戦略ですね。他にはどんな動きがありますか？気づい記者 EHERY オートモービルはスペインの EV メーカー EBRO EV モーター S と提携し、バルセロナに合弁企業を設立することで合意しました。これにより1250人の雇用創出が見込まれています。欧州市場での需要はどうなのでしょうか？ベルギーのクリーンエネルギー交通研究機関 T&E の最新分析によれば、昨年欧州で販売された EV の約 19.5% が中国で製造されたもので、2024年にはその割合が 25% に達すると予測されています。それほど中国製 EV が欧州で受け入れられているのですね。はい。しかし、交換税が導入されれば、その成長も鈍化する可能性があります。中国政府や自動車業界はこの問題に対して何かアクションを起こしていますか？中国自動車工業協会 CAAM は高額な関税に対して強い不満を表明し、欧州での中国メーカーの経営や投資に大きなリスクと不確実性をもたらすと指摘しています。なるほど。欧州側の意図は何なのでしょうか？一部の欧州のシンクタンクは EU の関税引き上げは中国車の締め出しが目的ではなく、製品の現地生産を促進するためだと述べています。米国の関税政策と比べれば、まだ緩やかな措置だという見方もあります。それでも中国メーカーにとっては厳しい状況ですね。厳しい市場競争や交換税といった課題に直面しています。昨年のようには EV が売れなくなると思われます。それに、アメリカ経済も株価ほど良くありませんし、GDP が 3% 成長しているとはいえ、政府債務は 6% 増えている状態です。EU に関しては、ドイツの経済状態が良くありません。ドイツの実質成長率予想は 0.3% にとどまっており、0.1% からは上方修正されましたが、静寂ではあります。中国との関係も強かっただけに、アメリカと比べて、穏やかな関税となっている印象です。中国も農産品などに関税をかけるという話もありましたが、EU が大きく動けないのもこの点がありますが、中国も少しずつ世界の工場でもなくなると同時に莫大な消費国ではなくなってきているのが現状です。一向に不動産対策が出てこないあたり、中国の底が見えてきているといった印象です。破綻処理をするわけではなく、住宅購入を奨励しても、もう住宅価格は上がらないどころか、供給過多ですからね。バブルが崩壊していますが、まだまだ崩壊し続けることになると思います。その過程で、住宅ローンの債務不履行が起これば、安くなった不動産価格で、銀行が貸付金を回収できない事態がやってくると思います。その時が楽しみです。さて、問題です。今回アメリカは中国の EV にかけた関税率を次の回答からお選びください。1、0.25%、2、100%、3、君は 1000% 欲しいよ、4、操作 100% 勇気、5、天才は 1% のひらめきと 99% の努力である、6、80%、冗談じゃありません。現状でジオングの性能は 100% 出せます。7、
100億%生きてるって分かってたからな。コメントに正解をお書きください。答えが見つからなかった場合は、新たにお書きください。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。